どうも島田秀平です。始まりました島田秀平のお階段巡り。皆さん今回も見ていただきましてありがとうございます。さあ今回ですね、視聴者の方から送っていただきました投稿階段、紹介していきたいと思います。本当にいつも皆さんたくさん送っていただきましてありがとうございます。こちら概要欄の方にこのチャンネルのメールアドレスが貼り付けてあります。ぜひねこちらの方に不思議体験した方、階段係と書いてですね体験談送っていただきたいと思います。紹介させていただいた方にはですねまたそちらの方に連絡先送っていただきますと、番組のですねオリジナルの2枚組のステッカー、悪霊退散ステッカーと開運ステッカーセットでお送りいたしますので、ぜひね皆さんふるってたくさん階段送っていただければと思います。お願いいたします。さあ今回ですね、ママッチさんたくさん階段の方を送っていただきましてありがとうございます。でどれも素晴らしい階段あったんですけども、今回はこのママッチさん特集といたしましてその中から厳選をしまして3つの階段話をご紹介していきたいと思います。タイトルが綺麗な女性、2つ目が母の金縛り、そして3つ目がですね憑依というお話になります。どれもね興味深い話です。ぜひ皆さん一緒にね聞いてください。さあではご紹介させていただきます。ペンネームママッチさんの体験談です。はじめまして、いつも楽しくお階段巡りを拝見しており時々コメントもさせてもらっています。綺麗な女性というお話、聞いてください。これはですね今から30年ほど前の話なんです。ある日仕事が終わって自宅に帰宅をし、お勝手口の方から家に入ろうとすると、髪の毛をハーフアップに縛って少しフリフリしているような白いワンピースを着た25歳ぐらいの女性が生後3ヶ月から半年ぐらいでしょうか、そういった赤ちゃんを抱っこして通り過ぎていったんです。時間は深夜1時頃です。赤ちゃんがね夜泣きをするとあやしたりとか寝かしつけたりするために外に出るなんて話を聞いたことがあったので、その女性も赤ちゃんを寝かしつけていたのかななんていうふうに思っていました。とにかく綺麗な女性で、自分が男性だったら口説いてるかもしれないな、そんなことを思うぐらい本当に綺麗で清楚な感じの女性でした。それから1年ほど経ったある日、仕事が終わって帰宅をしました。ラジオを聞きたくなったんですがイヤホンがなく、家の中だと母がうるさいということで、奥の部屋でラジオを聞くことにしたんです。1時間ほどでしょうか、ラジオを聞いているとふと外が気になってその外の方を見たんです。すると深夜2時ぐらい深い時間にもかかわらず車5、6台に囲まれてライトを当てられているかのように明るい、眩しいというそんな感覚になったんです。何と思ってよく見ると駐輪スペースが外にあるんですが、そこに1年ほど前に深夜見かけた女性が赤ちゃんを抱っこしてしゃがみ込んでこちらを見てるんです。今の何？頭の中が一瞬パニックになりました。この時初めてあの綺麗な人と赤ちゃんはこの世の人ではないんだ、そのように思いました。結局気にはなったんですが怖くてその後は外を見ることもなく、明るくなるまで寝れずその部屋で朝まで過ごしていたんです。その後先日さこんなことがあったんだよね、そんなことを母や友人たちに話しました。ここからは後日談になります。私は実は21の時に妊娠をしました。そして妊娠と同時に相手の男性とは連絡が取れなくなってしまいました。私も若かったので残念ながら中絶をすることになりました。その連絡を母にした時のことでした。その母の趣味というのは花などの植物を育てること、そしてそれらの写真を撮ることでした。そしてその植物や出かけた先で撮影した風景の写真を見ながら、そこに心霊写真が写ってないかな、そんなものを見つけるということが趣味だったんです。ちょっと変わった趣味ですけどもね。
その時母から言われました。前に白いワンピースを着た綺麗な女の人を見たって言ってたよね。その女性、植木の写真に写ってたよ。そしてほらこれなんだけど、母が見せてくれた写真の左上に本当に私が見たあの綺麗な女性の左半身だけが写っていたんです。その女性の霊と私の中絶に関連性があるのかは分かりませんが、それからはその女性の姿を見ることはなくなりましたという、すごいね、ご自身の辛い体験もね一緒にこう合わせて書いてくださったんですけども、何なんでしょうね。深夜赤ちゃんを抱いていたね女性で、1年後またねなんかすごい光を感じてみると、その女性が外にしゃがみ込んでいた。1年というね長い時を経てまた同じ女性が現れるんですよね。その時にぐっと顔を見上げてしゃがみ込んでいたんですが、自分の方を見てきたっていうのも意味深ですよね。でお母様が撮った写真にその女性が写ってるという。でやっぱりそこに、幽霊なのか分かりませんが、その女性はいたんだなということが写真でも分かるわけですよね。なんかすごいお話ですね。自分が見た不思議な存在がその後写真で写るっていうね。しかもそれが全く同じっていう。赤ちゃんを抱いていたというのがね、もしかしたら何か自分自身のとかね、なんかいろいろ考えてしまう話ではありましたけども、はい、ありがとうございます。続きまして、母の金縛りという話ですね。今から30年ぐらい前です。当時飲み屋で働いていたんですが、その日はお店もすごく暇、アフターもなく飲みに行く気分でもなかったんで、珍しくすぐに帰宅をしたんです。自宅は昔ながらの和室が2つあるアパート。いつも朝方まで起きていたので夜更かしは当然なんですが、その日に限っては深夜2時ぐらいには寝てしまっていました。するとゴニョ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 と人が話す声がするんです。それで起きてしまいました。時計を見ると深夜3時。なんだろうな思っていると、襖が開いている状態で、その開いている隣の部屋で寝ていた母なんですが、その母がゴニョ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 何か言ってるんです。寝てるんで寝言かななんて思っていると、だんだんとその声が大きくなってくるんです。しばらく聞いていると、これ隣近所にも聞こえるんじゃないって思うほどのボリューム。最初はもごもご言っていたので聞き取れなかったんですが、声が大きくなるにつれて南無妙法蓮華経南無妙法蓮華経、早口でお経を唱え続けていたんです。こんな夜中に大声でお経、気持ち悪いわ思ったのと、あまりにも声が大きくなってきたので、これ近所迷惑になってしまうかもしれない、そう思い布団の中に入ったまま隣の部屋母に向かって「おい!」注意をしたんです。それでも母の声は大きくなる一方、布団から出てその隣まで行くのもめんどくさい。だからといって私まで大きな声を出すわけにはいかないので、とっさに畳を2回バンバンと叩いたんです。すると母が大きく息を吐き出したのが聞こえ、その後母は寝てしまいました。何だったの？朝になりました。母は何事もなかったように台所にいたんで、ねえちょっと昨日の晩お経唱えてなかった？聞くと母は言うんです。なんで知ってるの？びっくりしています。話を聞くと金縛りになってしまい体が動かなくなった。母が寝ている布団の周りをですね、白い着物を着た女性がぐるぐると回っていたんだという、そういうことをね話してくれたんです。さらにこれお経を唱えているとぐるぐる回る速さが増す。さらに早口でお経を唱えるとぐるぐる回る速さが増す。どんどんこれ加速していったそうなんです。そして私が畳をパンパン
2回叩いたことは知っていて、その音が聞こえたと同時に着物を着た女性が消えたそうなんです。金縛りの時、声が出ないとはよく聞きますが、うちの母は普段の会話よりも大きな声が出ていました。本人が金縛りだと思っていただけで夢だったのか、声を出すことができた特例の金縛りだったのか、今でも謎です。でもぐっとこうなってしまってたんですね。口だけが動いた。だからね、必死にこうお経を唱えていた。ただお経を唱えたらどんどんこうね、速さが増すっていうのが怖いですよね。よく怪談話で中途半端にね、そういうのわからない人がお経を唱えてしまうと逆に霊を怒らせてしまって逆効果だって怪談あるじゃないですか。もう帰ってください、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏言った瞬間にそんなことをしても無駄だよとかね、そんな話を思い出してしまうような、お経を唱えたことでなんか霊がパワーアップ、なんか怒らせてしまったみたいな感じだったんですかね。ただね、これがなくなったというのが娘さん、こちらね、ママッチさんがパンパンと叩いたことですよね。これよくね、最近聞くので言うと、その良くないものに取り込まれてしまっている状態の時に、部外者、そこの空間にいなかった外の人が中に干渉すると一気にそちらの方に戻ってこれるっていうね、話を聞くんですよね。ちょっとこうね、警備員さんがいてちょっとこう取りつかれてしまった、そんなようなね状態になった子たちがいた時に頭を撫でてあげたと。で、体が触れられた瞬間に意識を取り戻して元の世界に戻ってこれたとかね、そういう話もありますけども、なんかやっぱりこう外の世界、娘さんがこの方に干渉してきたことで、なんかそのね、良くないもの、良くない世界から戻ってこれたんですかね。はい、なんかすごいお話ですね。お経逆効果かもしれないっていう。さあ最後ですね、憑依というお話です。私の母は9人兄弟なんですが、一番末っ子だったおばの葬儀でのお話です。おばは若い頃交通事故に遭い、フロントガラスが顔中に刺さって片目を失明してしまうほどの大怪我をしたそうなんです。出血が多かったため輸血をしたそうなんですが、その時に使用した輸血製剤で肝炎になっていたようなんです。それはおば本人も知らなかったんです。ある日、吐血をして倒れた際、救急搬送され検査をしました。診断は肝硬変でした。余命1年、次また吐血をしたら命の保証はないと言われてしまったそうです。手術をしたくてもドナーがいないため、大量の薬を飲みながら仕事と家事をこなしていました。おばが50歳ぐらいだったので、30年近くの時間をかけ、輸血製剤がおばの体を蝕んでいたんです。そしておばが55歳になった時、また倒れ、再び救急搬送され、意識が戻らないままおよそ1ヶ月後に亡くなってしまいました。葬儀の日、お坊さんがお経を唱え終わった後、式場内に音楽と、そして幼い孫が手紙を読みました。ばあば、オレンジのコスモスをつまんできたよという言葉とともに、孫がオレンジのコスモスを供えました。すると私は大号泣してしまったんです。しかし私の頭の中ではって思うんです。手紙が読まれている間ずっと号泣してしまっている。でも冷静な私の感情は私なんでこんなに号泣してんの？みんな泣いてないし、失礼だけどすごく悲しいというシーンとまでは言えない状況なのに、なんで私自身こんな泣いてるの？すごく冷静に考えていたんです。ただ涙が止まらない。私、誰かが亡くなれば涙を流すことはあるんですが、葬儀慣れしてしまって号泣することほとんどないんです。自分でも大号泣するとしたら自分の子供に先立たれるようなことがあった時だろうなとも思っているんで、おばの葬儀での大号泣は自分自身やはり違和感でしかなかったんです。近くにいたいとこたちもなんでこんなに泣いてんだろう、そんな感じで自分を見ていたぐらいおえつ混じりだったんで、ハンカチで必死に口を押さえて、そして泣いていました。火葬場へ向かうバスの中でおばちゃんは
孫のことがすごく気がかりだったろうな、そう思った瞬間、また涙が止まらなくなったんです。気づきました。今私の中におばちゃんがいる。おばには娘と息子の子供がいるんですが、その子たちも霊感があり、火葬場に着いたらおかんがいた。そのように言っていました。おばが亡くなってから15年くらい経ちますが、今でも可愛い孫たちを見守っているように思いますという。なんでしょうね。やっぱり気持ちが入ってきて、なんかよくありますよね。涙が止まらない。悲しくないのに涙が止まらないみたいな。その心霊スポットなんかね行った時に自分の思ってる感情とは裏腹に涙がこぼれてしまうみたいな。なんかそういう時やっぱり何か自分の体とかそういうものがなんか乗っ取られているような状況なのかなって話聞きますけども、この時もしかするとそうだったのかもしれないですね。でやはりお孫さんのことをとても可愛く思ってらっしゃったんでしょうね、おばさんね。なんか怖いというよりも、なんか何でしょうね、今回ずっと話を聞いてるとこのママッチさん自身がやはり結構霊感が強いような方なので、ママッチさんが選ばれて、そこにねおばさんが入ってこられたのかなっていう、感じがしますね。だからあれですね、こういう話を聞くと、もちろんお葬式だったりとかするんですけど、明らかにあの方すごく泣いてるなっていう、なんか仲が良かったってこともあると思うんですけど、なんかちょっと考えちゃいますよね。もしかしたら今その人のところにその方が入ってんじゃないかとか、なんかそう思うとなんかその人のところに行って話したくなったりとか、なんかその人にね、その亡くなった個人の方へのねお礼とか思いとか伝えてみてももしかしたら伝わるのかなとかね、とかそんなことを考えちゃって非常に興味深いお話でした。ありがとうございました。さあ今回ですね、ママッチさん特集ということで本当ねたくさん送っていただきました。今回厳選して3本の話紹介させていただきました。で今回ですね、プレゼントステッカーの方を送らせていただきたいと思います。でお手数ですが概要欄の方にメールアドレスがありまして、そちらの方にですねステッカー係というふうに懸命にですね書いていただきまして、その下にですね送り先の方をぜひ書いてメール送っていただきたいと思います。で皆さん引き続き怪談の方もたくさん募集しておりますので、ぜひね怪談の方もたくさんそのメールアドレスの方に送ってください。よろしくお願いいたします。というわけで今回は視聴者の方から送っていただきました投稿怪談ご紹介いたしました。以上、島田秀平のお怪談巡りでした。今回もありがとうございました。